おはようございます。画家のギソです。今日はですね、桜を描いてみようと思います。こちらの桜ですね。初心者のための桜ということでお届けしたいと思います。めちゃくちゃ初心者になんとか描けるようにさ、描けろと念じておりますけども、こちらを描いていこうと思います。本日もご視聴よろしくお願いいたします。なるべくね、簡単にいきたいなというふうに思いますけども、今日はですね、もう皆様でもご用意できるね、ワトソン、ホワイトワトソン F45 で、やっぱブロック式が僕はおすすめです。300g、15枚入りのこのブロック式 F45 を使っていこうと思います。で、これいつも僕はマスキングテープを初心者の人ね、意外とこれやった方がいいですよ。ぽく見えます。ほんとぽく。ね、ぽく見えます。やっぱりね、なんかね、出来上がりがなんか感じ。このマスキングテープはいつも使ってるハンディクラウンというやつです。でね、今日はね、もうこのポイント、もうまずは色、ピンク色ね。で、もうこの3色があったら一番いいかなと。で、一番スタンダードなこれかな。ローズマダー、またはクリムソンレイキ。どっちやねんって話ですけど、ローズマダー、こちらに入れました。で、これあったらよりいいかな。オペラ。ホルベインさんのオペラですね。キナクリドンオペラって書いてますけど、これ。そして、意外と思いますけど、これ、ブルーですね。コンポーズブルーとか僕なんか違うのも入ってるんですけど、コンポーズブルーと呼ばれるような、コンポーズされているので構成されたということなんですけど、こちらの色があればより理想かなと。ちょっと空色みたいな感じ。あとは、という感じでですね。で、まず下書きをしていきます。下書きをですね。で、鉛筆の、これね、F4 やったら A4 サイズがほぼちょうどぐらいなんですね。これ 18mm のマスキングテープなんですけど、20mm のマスキングがあれば、ほんと A4 サイズになるかなと思いますので、僕はもう形自信ない人はもうとにかくあれで、もう転写でいいと思います。とにかく少しでも皆さんがね、もう転写の仕方は何度も言うてますけども、コピーを取って、ちょっとで、下書き、B ぐらいでいいかなと思います。もう濃くもなく薄くもなくね。で、今日はどう進めようか。いつもとちょっと違うやり方しようね。で、鉛筆の腹を使ってね。で、まず後ろに見える幹みたいな場所とかですね。もう転写でいいと思いますよ。背景のこの面積とかを見てるんですよ。で、メインとなりそうなのはこの辺かな。なんとかね、おっちゃんとしてはね。で、メインとなるとこはクリアに。で、背景の方はちょっとぼかしたような感じで描いてみましょうか、今日ね。できやんわーって突っ込んでるかもしれませんけど、もう写真のようにこれはね、多分スマホで撮った写真なんで、もう皆さんでもできる。で、この桜の種類は知らんです。ちょっと調べてみたんですけど、知らんわからなかった。ね。いっぱいありすぎて桜ってすごい種類あるんですね。本当にもうなんか桜がいっぱい今咲いている、阿蘇の高森というところあたりで撮ったものです。皆さんも本当にね、別にソメイヨシノでも何でもこの方法は、ちょっと今回だからピンクが強いような、桜ですけども、スマートフォンかなんかで撮った写真を元に描こうと思えば描けますので、今日のはね、ここなんかいいですね。緑とピンクが入り混じってるの。この緑は、この辺のグリーンがいいかな。こういうのとかね。ちょっとカドミウムレッドではないと思うんですけども、カドミウムレッドネオっていう色とか、ここの緑は、オキサイドオブクロミニウムとかです。で、この後ろのこの幹はね、ウルトラマリンとね、バーンとシェンナとか、バーンとアンバー。多分このあたりでいけると思います。で、背景なんかはちょっと茶色を入れつつ、イエローオーカとか茶色とか、あとは緑、今言ったようなカドミウム、グリーン、ネオとか、オキサイドオブクロミニウム。ね。おじさんの色の名前を覚えないのも皆さん視聴者の人はね、またやっとるなと。あのおっさんも全然覚える気ないなと言うとるでしょ。
そうなんです。覚える気全然ない。ゼロです。はい。これも結構ピンとあってんな。この子にしましょうか。ここにある。もうだいたい決めてみてください。いっちゃん、一番標準語で喋れと。いろいろお叱りを受けますのでね、ほんとね、おじちゃんも頑張ってますよ。この子にしようか。この子主役にしようか。ね、この子。その子は特に丁寧にね、この子主役にしようか。ちょっと全体が光の影の中入ってますけど、ここなんかもいいですね。一番の主役ね、これがね。じゃあ今回はこれがね、田中邦衛さんとしましょうね。じゃあ、ゴロちゃんがいたら、やっぱりホタルちゃんとジュンくんも必要ですよね。ゴロちゃん、ジュンくんも必要になってくるので、じゃあ、ゴロちゃん、ジュンくんはこちらの方に置いておきましょうか。ね。で、今回はじゃあ、ソータ兄ちゃんも、この辺ソータ兄ちゃんにしときましょうね。誰もわからないですか？ソータ兄ちゃんとか、竹下恵子さん役の何やったっけ？ね。竹下恵子さん役の、あれがこの辺にいるという感じで、特にこの辺は。これピョロピョロっていうのは、これ、地井武雄さんとかね。いや、本当になんかね、昭和の名優たち、昭和平成を彩った名優たちのね、ドラマですね。北の国からですよ。すみませんね。北海道の方はまだね、全然桜とか遠いでしょうけど、ちなみにこれ今録画して1月なんですけどね。はい。今回はまずね、桜から行きましょうかね。いつも背景から行くんですけど、桜から行きましょうね。私の今一押しの筆はもうこれですね。ラフィーニュのこれ。名村さんのやつですね。こちらですね。めちゃくちゃおすすめですね。これね、なんかね。で、ちょっとこの辺にクリムソン冷気っぽいの置いといて、次はこのオペーラをちょっとこの辺にでも置いといて、青はね、ほんの少しでいいんですけどね。この辺に置いといて、クリムソンが一番濃いね。ちょっとこんな感じで置いといてみてください。できるでしょ？このぐらいだとできるでしょ？じゃあ田中邦衛さんからいきますよ。ピューと。で、濃いの置いて、水で、ピュー。これ、さっきもちょっと言いましたけど、全面がこう、影になってますんで、チューと。そして、オペラとかをピュッ。できますか？もっと水多くていいですよ。ね、ピュッピュッピュッ。ここまでできるでしょ？大丈夫でしょ？ついてきてますか？ね。水多めにね。で、真ん中にもっと濃厚、マシマシ系ですね。うえいった。行き過ぎた。こんな感じで。ね。行ってみてください。私は常にティッシュを近くに置いておきます。で、ほんの少しだけ。まあ、どこでもええこっちゃないかな。どこやろな。少しちゃんとこう差し込んでみたりしてください。こいつをね、ペンと。それだけで少しこうね、今拭き取ったような感じでね、ピッとこう。それだけでもちょっと印象変わりますよね。もうちょっとオペラをどちらかというと押し出していった方が今回は良さそうな気がするね。またこっちの方行きますよ。ぎゅーっとこちらの方ね。で、光当たっている面とかっていうのは基本まず描かないで、田中邦衛さんがもうちょっとピンクを入れてあげたらよかったね。花のある俳優さんなんでね。ピュ基本ね、影の部分を、で、光当たってるとこは塗り残して、また影、ここね、こことここ塗り残してます。あとは大きくぎゅーっと影。ここにもちょっと光が当たってるとこがあるぞと。ピューと。もう一気にオペラである程度いっちゃいましょうか。クリムソンさんはね、この茎のところギュッと濃くなってるようなとことか、その辺かなと。で、ここは光が全部当たっとるぞと。で、水相当多めでね。で、ここにちょっと濃いオペーラさんをピュッと差し込んでみたり、そして冷気ですね。ピュッと差し込んでみたり、濃くなってるとこね、そこをちゃんと見てね。ここなんかもちょっと時間経ってからまた置いてみてください。ここね。
グッ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 。まあ正直どこ書いてるかわからんようになることようありますよ。でもめちゃくちゃ大事なとことか、ここは主役の花やなとか、そこだけは外さないようにしてます。そこだけは。皆さんと同じです。大丈夫です。安心してください。履いてますから。ね、ちょんとこう差し込んであげたりするとね、これ影の色見えてくるんですよ。今の多すぎましたよ、これね。ちょんとこうね。そしたら後でね、馴染んできますので、ちょんとかね、ちょんとか。これだけでも雰囲気出ます。ね。ここの、茎んとこの花。濃いね。濃いね。ピッ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 。濃いところはぐっと濃くして。ここは光当たって塗り残す。ね、世界一丁寧な YouTube、絵を描く YouTube を作りたい。今はそれが夢です。質問ゼロを目指し、はい。自分で考える。ですね。自分で考え実践できる。そうすると皆さんのね、生涯学習がね、豊かになりますのでね、ほぼオペラだけできました。そしてまた濃いとこ探し出して、ね、ここのところぐっと濃いぜとか、もっと濃いぜ、もっと濃いぜ、もっと濃いぜ、入っていくのもチャーミングですよね。で、ここに見える茎ちょっとね、虹入ったりしていいです。もう葉っぱなんか。それはそれでもうチャーミングだと思ってね。何がね、ってね、突っ込みますか。そんなね、ちょっと楽しんでね。ピッピッピッと少し緑の中も反対色ですけどね。そういうのも楽しむんですよ。もう皆さんそうですよ。よいしょ。でここの枝なんか手前にあるから、ここも濃く描いといていいですね。後ろね、その後ろのは後でちょっと書くとして、今これもしかして初めのうちに書いてもいいかもしれないので、もうちょっと下書きましょうね。ちょっと青が多すぎたかもしれんね。まあ、それはそれでいいですよ。で意外とね、濃いめにいったなと思っても、後で大丈夫です。ちょっとね、薄くなりますからね。濃厚な冷気系を、順調。もう少し入れたこのブルーみたいなのが意外とね、綺麗じゃないですか。ぴょんぴょんぴょんと入ってきてる。で、やっぱり関係によって色って見えてくるんですよね。で、本当なんていうかな。ただその色をそのまま乗せたから、じゃあそういうね、肌の色とされるようなジョン・ブリアンみたいな色って売ってたりするんですけど、それをポンと置いたから、じゃあ肌の色見えるかしたら見えないんですよね。なんでかというと、じゃあほんの少しの例えば赤みがあって、またほんの少しの青みがあって、それによって少し例えばね、血の色に見えてくるとか、他の色が補完し合って見えて、難しいこと言うたらね、ごめんなさいね。難しいこと言わんぞ。印象派なんてそういう感じですよね。皆さん大好きな印象派なんて、やっぱりいろんな色がよう見たら、ここグレーっぽくなってんなとか、よう見たらなんかとか、ね、そんな風になってるから、引きで見たり離れて見たときに、緑に見えるとか、なんか水辺に見えるとかなってくるわけですよね。どうしてもやっぱり初心者の人って、もう桜はピンクのみっていう風に考えがちですけど、少しね、強い赤が入ってきたりとか、少し青が入ってくることによって、青と赤で紫に見えてきたりとか、影の色はちょっとじゃあ紫に見えてきたよとか、
そういう風に見えてくるんですね。でそれは別にイラストとか描いてても同じなんですよ。やっぱまだまだ力足らんなっていう人は、関係であまり見えてない。色だけじゃなくて形なんかでも、ね、この目はこの角度やからこう見えてますよとかですね。そういったこと、ちょっと今抽象的なこと言ってますね。抽象的なこと言うとまたね、嫌われますのでね。で、透明水彩はやっぱり層を重ねていくんですけど、一発で決まったらそれでいいんです。わかりました？もう本当に、もうそれは一発で決まったら一発で決まったでいいんです。もうあんま無駄にやるよりは、ね、もう、綺麗なと思うような段階が早くできたらそれでいいんです。覚えててくださいね、皆さんね。何度も何度も書いてるなって、頑張ってるなっていう努力賞がないんですよ、この世界にね。努力賞がない。でちょっとパレットこれぐらいになってきたら一回掃除してあげてもいいかなっていう感じがしますね。この辺なんかもね、どうなってるかわからんわっていう感じですけど、どうなってるかわからんわ。よくあるんですけどね、もったいないっていうことで、いろんなものをケチる人はいます。で、もちろんね、雑にやれとか、大雑把にやれって言ってるわけじゃないですけど、もったいないっていうことで、例えばここにパレットにね、残ってる色使い切らないととか思う人とか いないと思うんですけど、いたりするかもしれないので、それによって、後でやり直したりして、まだ汚くなったりとかして、そっちの方が実はね、もったいないっていうかね、遠回りをすることによって時間とかもロスしますしね。なるべくこういうところは本当掃除してもね、まだ使える色あると思っても、でももうだいぶ汚くなってきたと思ったら、そこで勇気を出して掃除するということができるっていうことはすごい大事なことですね。で、ほんの少しブルー系をほんの少しで全然違いますもんね。ちゃんと差し込んだりするだけで。綺麗。桜なんかね、綺麗ね。で、ちょっと乾かないうちに、ここの手前のところの木、どうなったちょっとこの字ずれた。まあいいわ。木も少しね、書いておきましょうか。で、ここはちょっとウルトラマリンブルーとバーントシェンナみたいな混ぜたような色で、もう少し中とかに入ってくることがあってもいいので、もうそれはそれでね。で、味やと思って。で、このウルトラマリンブルーとバーントシェンナみたいな青を少し多めに足してみたりとかすると、分離色っていう感じなんですよね、これね。でもワトソン。初心者の人はワトソンくらいでいいかなというのがもう最近の僕は結論ですね。もうちょっと茶色みがかってる方がおもろいかなとか。できそうという感じで、1層目は、とりあえずこれで一旦、乾かそうと思います。ドライヤーで優しく風当ててあげた方がいいですよ。強いとね、ブワーッと飛んでいきますから、真ん中あたりから優しくね、当ててあげた方が、ちょっと距離を置いたりとかしてね。ある程度1層目が乾きました。乾いてないとこね。で、この段階ぐらいで一回、練り消しで、余分な線とかちょっと消しておきましょう。次は、後ろを描いていきます。2層目ということを厳密に言うわけでもないけども、後ろを描いていこうかなと思います。どうしようか。それで、例えば、桜なんかも、やっぱ明るく見えるわけですよね。白く明るくね。でまず木の方を描いていきましょうね。で、先ほど言ってたような茶色。それを多めに作っておいて、
ウルトラマリンもね、もう、作っておいて、で、外側が暗くなることによって、明るく見えますよと。明るく見えますよ。外側が暗くなることによって明るく見えますよ。で、全部こう単一というか同じようにベターっと塗るんじゃなくて、ここもやっぱ水とかで途中で少しね、水だけでヒューッと外側から、決めてあげて、っていう風にして。やっぱこのビビッドな鮮やかな色ね、鮮やかな色というのを、ピンク色とか、ね、頑張って残してみる。で、そこに青とかちょっと足してみる。できますよね。できますよね。大丈夫ですよね。いや、難しいって言ってますか。まあ少し輪郭不安やったらね、少し塗り残してもいいので、外側にちょっと暗いような。で、特にこうなんか言ってました。ここ脇役のね、ソータ兄ちゃんやから、ソータ兄ちゃんの横とかを少し暗くしてあげたら、ぐっと浮かび上がってみてくる。ソータ兄ちゃんがね、何分から何分まで脇役やけども、ちょっと主役級のこう時ね、こうありますわね。そういう時はぐっとこう外側から強くしてあげて。で、木やからこの辺ぐらいかな、までかなとかね。で、水でちょっと多めとかでズバンとこう。これがこうずーっと繋がっててん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 ってわからんかったらね、こういうのちょっとちょんとこう書いてあげてと。で、暗くなることによって白さが見えてきますわ。で、ちょっと木のこう、光ってるような、白くなってたりするようなところとかもあったりするので、塗り残してみるとか。ちょっと青っぽくこう描いとこうかね、この辺とかね。ここなんかは、少しこうなって、こうなって。ちょんとこうね。で、外側から暗い色でぶつかっているとかっていうのとかね。これはもう外側ね。まず木だけ描きました。ね。一個一個やってた方がいいでしょ。次はこの緑描いていきましょうか。この隙間の緑ね。まあ、ここは塗りのこっち側、ここぐらいかな。不安やったらこないして、水をジュバーっとつけて、水だけね。特にこれ後ろのボケとか言わんといてって怒られそうですけどね。すいません。柔らかく、ボワボワしてる。違うな。なんて言えばいいボワボワしてる。ふわふわしてるって感じ知らんですけど。で、ここに緑をね、今回言ってたこう、鮮やかな色からバン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 。バン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 。よいしょ。ちょっとそこに茶色とかね、向こうに見える土か、枯れた葉っぱか、わからないけど、そういうのも少しちょっと。画面の中で混ざるのはいいんですよ。ただ、ここのところでちょっとこう混色しすぎて汚くならないようにした方がいいです。透明水彩はね。で、少しこういう隙間とか。重なり合って複雑になっていく方がどちらかというと初心者の方とかにはいいかなと思いますので、ここの辺にも桜見えてますけど、こう、ピントがこう合ってない感じをあえてもう出してあげようと思うんやったら、ピントが合ってないような感じに描いてあげたらいいと思うんですね。で、ちょっと一回濡らした後に、ちょっとこう水が落ち着いてきたぐらいの段階で、少しこうピンクとか差し込んでいったりとかしてですね。
よいしょ。少しね、こっち側でやった方がいいかもしれないね。ピッ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 。にじみすぎてますけど、ね、もうね。まあちょっと2層目、ね、鼻の中の2層目まだなんですけど、なんかやりたくなってしまった。いつもこういうのも同時にやっていくんですよ。もう本当にこう同時に書いていくんで、でも今回はとにかく皆さんに分かりやすくということで、段階を追って、なるべくね、丁寧に分かりやすいように頑張ってますんでね、本当におじちゃんも我慢してるんです、いろいろね。ほんまやりたい、ほんま他書きたいとか思ってるんですよ。際のとこから外側からね、もうちょっと青みが強くなってきたかな。桜はやっぱりこの、もうこうね、幹とかね、の、やっぱこう、青系が、木の中でもこう青系の強いような、幹やと思うんですね。紫とか青とかかな。で、それをうまく、ここにこれ入れたらええかもね、このコンポーズブルーみたいな服綺麗にね。要は、あるからこそこのピンク色とか明るい白みたいな色みたいなのが、ね、反対の色に近いような色ね。によって、やっぱ見えてきてるんですよ。ね、先ほどちょっと難しい話してね、視聴者の人逃げてきましたが、戻ってきてくれましたが、補完し合ってっていうか他の色とね。ここ難しいかもしれないですね。ここはなんか今回のこう隙間とかを追いながら外側から明るく見せたりするということが、ここがもしかして一番今回の絵の難しいとこかもしれませんね。強いとことかっていうことをちょっとやっぱり見てますね。私も自然とね。だからそこのところでなんかこう隙間とかを描いて外側からこう暗い色を置くことによって明るさが見えてくるというのを描きながらやっぱ見てますわ。こういうところをこうね、動画の中でうまいことこうちゃんと皆さんに伝えていけたらいいなと思うんですけど、そうか。絵描いてればね、やっぱり脳みそしっかりしますよ。もう本当にそれはもう絶対ですよ。ただやっぱりしっかりしないのは、なぜを考えないようになるとですね、なぜこうなるのかなと。なぜこうできないのかな。もうちょっとこうしたら、そのなぜを考え続けるってことは大事です。もうそれぞれの人に課題があって問題があったりするところはすると思います。で、そのなぜを考えていくということをしていけば、ある程度ですね、頭を使い続けますからですね、思考はしっかりし続けるはずです。それが絵画のいいところですよね。という感じで、2層目というか、奥を描きました。完全にこう段階をですね、分けました。で、なんかこういう風になんか滲んできてんのも、こう味というか、味というかですね、偶然というのを楽しめるかどうかもすごく大事なことかなというふうに思います。これ完全に乾かしてから最後ちょっと描き込みをしていこうかなと思います。それでは最後の描き込みをしていきたいと思います。じゃあ描き込み難しいですか？一番初めの花を描いていった気持ちで、隙間を描いていった気持ちをより細かくするぐらいの気持ちです。わかります？それだけです。難しいことしてないですよ。それを細かくよく見てあげて、しているだけ。で、もうちょっと一回り細いやつを使ってですね。で、また同じように、オペーラーとクリムソンレーキと、ね、コンポーズブルー。まず、桜さんから描いていきましょうね。なるべくこうね、もう写真見ながら描いてんやったら近くに持ってきて、重なっている部分とか、塗り残っているところはもう塗り残してあげて、重なっているところは
薄くこう重なってあげて、少しね、こういうところにまたペッと差し込んでみたりとか。やることほんま変わらないですよ。何桜なんやろね、これね。僕はこう、一箇所だけでも少しこうね、ぐーっとこうはみ出るぐらいの気持ちで、まあ、なんていうのその局部的に描いてあげるようなことをしてあげたりとかすると、正直どこ書いてるかよくわかってないんですけど、ここがこうなって。ある程度でね、もういいというか、ね、皆さんも桜の花一枚一枚、小木さんのおっちゃん、そんな花やなかったで、とか、覚えてないでしょ。重なっているところにちょっと薄く、こう、層が重なってきたり、で、ちょっと水で上がりましたね。で、同時に隙間とかもかけるならば、ちょっと描いてあげたりして、全然違う色やからですね、そういう時はやっぱね、なんかこう、筆とかをですね、しっかり洗って。よいしょ。ある程度ね、僕が言うた予想の中の色で描き進めていけてるでしょ。ただちょっとレモンイエローをなんか入れてみました。白の光ってるね、春のね、北海道の方はまだかな。皆さんの地域は桜咲きましたか？でちょっとね、青ペンとさせてみてね。塗り残した葉っぱ、花今日間違うね。いつも間違えてばっかりだけどね、こう喋りながら絵描くってね、間違うんですよ。言い訳が出たよ。言い訳が出たよ。言ってますよね、皆さんね。薄くこう、花のね、花びらが重なって濃くなってる部分とかありますので、そういうのもよく見ながらですね、観察してください。うん、また無理やり言わした。また無理やり言わしてるって。またできそうでしょうが始まったって。書けそうでしょう病が始まってるわ。できるわけないわよ。私たちには。諦めないで。あやみきさんですね。ね、ほんの少しだけこう青とかがね、入ってくるだけでもなんかね、その紫色とかも綺麗ですよね。影、明るいとこにポンと落ちてる影。
で、ある程度こう花の方を描いてきたら、今度はまた隙間の木々を少し描いていきましょう。パレットをね。今回は花、背景、背景。じゃあ花、背景、花、背景ってね。わかりやすくないですか？これぐらい明確にやってたら、ね。パレットを掃除する。また、茶色と、バーンとアンバー、バーンとシェンナ。ウルトラマリンブルー。少しこの、コンポーズブルーかな。これも意外といい味になってたんで。こっちは暖色系、寒色系なんですよね。よいしょ。特にこう、主役の界隈だけでもまず描くね。もうそれ大事ですよ。まずね、そこに合わすかのごとく、周りが少しずつこう出来上がっていくというかですね。書き込むってね、なんかこう、どういうふうに考えたらいいかというと、僕はよく言うてるのは解像度が上がっていく感じ。解像度が上がっていくってわかります？解像度って要はもう本当にこう少しずつこう密度がグググググっと上がっていくような感じ。そのままやね。はじめは荒いこうね、デジタルカメラやったり、はじめはスマホも写真機能荒かったと思います。テレビとかもね、昔の映像とか、当時はね、テレビとか見てすごい綺麗やなとかって思ってた画像も年々こう、ね、綺麗になってってるじゃないですか。そういうことです。で、なんか生の白みたいなんで、花のところはいいんですけど、隙間とかに残ってるところとかっていうのはちょっとこう、描いていけそうなら描いていったり、塗り残すところは塗り残したりとかして。皆さんもできそうですか？これで1時間15分ぐらいかなだと思います。外側からちょっと暗くして、花火をギュッと上げてみたりとか。ここの間隔は元の写真より広くしたんです。暗い大きな面積が来ることによってぶつかりが強くなったり、こことかね、こことかね。どう？いけそうですか？どう？よいしょ。最後もうちょっと桜を描いて終わりにしたいと思います。筆も今日はこのラフィーニっていうのと、これはね、お夫婦なんかのセットについてたやつだと思います。それぐらいのやつです。はい、そんな高いやつじゃ間違いなくないです。これは高いですよ。でもこれ一本でほぼいけましたのでね。こんな感じでですね、もう皆さんと一緒にですね、なんかね、少しずつでもね、描けるようになっていったら楽しいですしね、桜の写真を撮るだけでもまたワクワクしますよね。ワクワクを増やしていきましょうよ。もうちょっとね。世知辛い世の中になってしまいましたけどね。なんかね。いいでしょ、絵描くのって。楽しくないですか？おじちゃんは大好きです。絵描くのね。頭がいかれとるとよく言われますけどね。別にいいんです。子供の頃からほとんど変わってない。描けなくなるときはやっぱ精神的になんかしんどいときぐらいで、それでも僕は描いてましたけど、
でも、なんか、ね、僕はこれがあったから救われたっていうところはめちゃくちゃあります。絵描くことが。で、ね、上手に描こうとか、なんかすごい思った時もめちゃくちゃありましたけど、今はなんか本当に基本的には、なんかこう自分が生きているということを残せる一つのアイテムがあるということだけでも、非常にいいなと思いますよ。よかったなと思っています。そしてね、もう皆さんに支えられて本当にね、4年も YouTube やってまいりました。もう初めの頃から見てくださってる方もいますし、ね、最近視聴者になってくださったって方もね、もう本当に遠慮なくコメントください。そんなん本当励みになるんですよね。なんかね、ただ一人朝6時、5時半ぐらいです。はい、もうすぐ6時ということで、チビが起きる前に、洗濯、朝ごはんを作ろうかなと思います。今日は土曜日。1月27日でございました。今日はライブ配信で、ルノワールの模写をやる。その日の朝にこれ書いてます。という感じでございました。おー、いいんちゃうのどないでか。ちょっとね、もう裏技ですけど、毎日こう、どうしても消したいと思ったら、この激落ちくんってやつ。これもうちょっと硬い。100円ショップのやつやからかな。普通のやつももうちょっと硬いかな。これで、ちょっとこう拭き取ってあったりすると、ほんの少し拭き取れます。一番オーソドックスなのは、もう水を筆先につけて、ね、初心者のためにやからね、これぐらいを最後して、こうやってこないして水でチュ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 ってやると、拭き取れたりします。これペッて。ね。もうちょっとやりましょう、じゃあね。すみません、終わるつもりでいましたけど。もうちょっとここ明るかったとか、完全には取れないですけど、明るくしたいとかっていうところは拭き取ったりしたら、それをこうたくさんやっていくだけでもめっちゃ複雑になってておもろいんですよ、これ。ほんと。隙間とかもね、ギュッと光がなんか入ってるような、光入って後ろの葉っぱに光が当たってるみたいな表現とかもこうやってそれでももっと撮りたいなと思ったら激落ちくんとかで、たらもっと撮れるかなと思います。今日よう撮れるね。絵の具が濃厚やったら濃厚なだけよく撮れます。ピュッピュッよいしょ。ということでございました。めっちゃいい感じ。最後は品よくサインを書く。これいつも言ってますけどね。皆さんね、自己主張強すぎ。何々やとかね。僕は品よくいつも書くことが、ちょっと、いやー、品がいい4号の作品でございました。めっちゃ楽しかった。書けそうでしょ？どうでっか書けそうでしょ？今日のは世界一丁寧な桜の描き方ということでございました。よかったらチャンネル登録してない方、あとはグッドボタン、コメントいただけたらおっちゃん励みになります。では、チャンネル登録よろしくね。今年もよろしく。2号の